そうするとどちらか一方を残して本来はですね芽かきをするんですけども、今のですねいわゆる動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今回はイチジクの芽かきについての解説動画となります。この動画をご覧になっていただくことで、イチジクなぜ芽かきが必要なのか、イチジクの芽かき作業に出てくる用語の解説、芽かきをする上であった方がいい道具とは、イチジク実取農家の芽かきセオリーの解説、今回紹介させていただくもう一つの芽かき手法、以上のことをですねご理解いただけるように動画を作成しております。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。イチジクなぜ芽かきが必要か。春先ですね、2月から3月にかけて皆さんですね剪定をされたと思います。そして今剪定した箇所から新芽の方が出てきていると思います。それも一つではなくてですね、複数個、2つ以上おそらく芽が出てきていると思われます。そのままですね芽の数を減らさないで栽培をしていきますと、ものすごい数のですね枝になります。そうするとですね、どうしても栄養はですね分散をしてしまって、実が飛んだり、最悪実がつかなかったり、ついたとしても小粒であまり美味しくない、甘みの少ないイチジクができてしまうということになります。そこで芽の数を制限をして栄養のですね分散をしないようにするというのが芽かきの目的となります。次にですね、芽かき作業をする上でですね、私こういう用語を使わせていただいておりますので、先にですね皆さんにご理解いただけるように解説をさせていただきます。3つございます。上芽、横芽、下芽。漢字で書きますとこのような漢字になります。読んで字のごとくなんですけども、剪定した箇所のどこから芽がですね出ているのかでこの呼び名が決まってきます。上から出ていれば上芽、横から出ていれば横芽、下から出ていれば下芽というふうになります。写真で示すとこんな状態ですね。芽かき作業の時にですねあった方がいい道具とは、まず1つ目、はい、カッターナイフになります。こちらのねカッターを使って芽を取っていくという作業をします。もう一つ、このカッターの代わりになるものといえば、こちらの園芸用のですね、ハサミですね。こういう状態のものですね。これを利用していただければよろしいかと思います。両方ともね刃物ということで、芽を落とした時に切り口がね非常に綺麗になりますので、修復が早いという特徴があります。どちらを使っていただいても結構です。以前私はねずっとこのカッターばっかり使ってたんだけど、最近の流行りはこちらですね。なんかこちらの方が簡単にチョキンと切れるので、非常にですね作業がやりやすいのではないかなと思っております。次にですね、この刃物は使わないで芽かきをする場合、手ですね。手なんですけども、素手ではなくてこのようなですねぴったりとしたウレタン用の手袋をおすすめいたします。もちろんですね手袋をしないで素手でやっていただいても構いませんが、剪定した時もそうだと思うんですが、カットしますとね、白い樹液、収穫もそうですね、白い樹液出てきますよね。あれというのはフィシンというもので、実はタンパク質を溶かす成分になります。つまり皮膚もタンパク質でね作られているので、皮膚を溶かしてしまうということになります。いやいや、でもカットした面に出てくる樹液でしょっていうふうに思われるかもしれないんですけども、実は全体的に実はフィシンがもうにじみ出てるって言えばいいんですか、そういう状態なんですね。葉の方もそうですし、木自体の表面にもですねフィシンっていうのが実はもう出てるんですよ。なのでもし素手でねやっていただくと分かるんですけども、少しなら分からないんですけども、ある程度数をねこなして作業していくと手がですねベタついてきます。いわゆるフィシンが手に付着している状態になります。そのまま続けていきますと、だんだん実は指先が痛くなっていきます。それっていうのはいわゆる指が溶けているということになります。なので皮膚をですね守るという上で、こういうウレタン用のね手袋をして作業をするということをお勧めいたします。では、イチジク実取農家のですね芽かきセオリーについて解説をさせていただきます。春先に剪定をしてたくさん新芽が出てきてます。数的に言うと1、2、3、そしてこの裏にもですね、出てまして、全部で4つ芽が出てきてます。イチジクの芽かき、基本はですね下芽もしくは横芽を残すというのがセオリーとなっております。この場合ですと、こちら上2つが上芽、そしてこれが下芽ですね。
でこの裏面にあるのも下目になります。これ横目はないですね。そうなると残すのはこちら下目となります。一軸ね結構多くはですね上目の方が大きくなる傾向になってるんですけど、こちらはね下目の方が大きくなってますね。どうしても腸が優勢ということで火に近い目ほどですね成長は良くなるんですけども、この枝は下目の方がよく出ているという状態になってます。そして芽かきをする基準とすればだいたいですね4枚目が転葉してきた頃がいいと私は思ってます。そうしますと今この芽ちょうど今123これ4枚目が転葉してきてますね。大きさを測ってみますとこの根元からこの4枚目の頭まででだいたい6センチぐらいございます。で上目になっている芽は今小さいんですけど一応4枚目、これも123これ4枚目が出てきているような状態になります。この場合はですねもうこれを残すことになりますので他の芽は描いていただく状態になります。じゃあ早速ねカットしていきます。今回ねちょっと撮影なんで手袋してませんけど、手袋して本来は私やってますよ。はい、こういう形でカット。こういう感じですね。これですね他の方のね話を聞いているとこのカットがいいのかどうかっていうのも実はあるんですけども、全部カットしてしまうのがいいっていう人もいますし、こういうですね一葉だけ残すという方もいらっしゃいます。なんかこうすると芽が出てこなくなるのかな、そういうような言い方をしてまして、ちょっとねどちらがいいのか正直私も分かりません。基本私はもう全部こういうのをですね残さないで、根元からこうカットするということをしてます。次にですねこちらの芽を見てみましょう。こちらの方はですね2つ出てます。で両方とも横芽という状態になります。なので基本的にどちらを残しても OK です。これも1234枚目、これ小さいんですけど5枚目出てますね。12345枚目が出てきてます。大きさで見ると3センチぐらいですかね、頭まで測ると。そういう感じの大きさになってます。こういう場合結構迷いますね。どちらもなんか良さそうですねと。迷った場合はですね無理に芽かきはしなくて大丈夫です。このままですねもうしばらく1ヶ月ぐらいでもいいです。置いておいて、極端な話ですね着火するまで置いておいてもいいです。着火してどちらがいいのかっていう判断ができた時点でどちらか一方をカットする、芽かきをするというふうにしていただいても問題はありません。今回ですねこっちの方が大きいんですけどこちらを残したいと思います。こちらの小さい方ですね。理由はですねまずこの切り口にですねこちらの方がちょっと近いですよね。で切り口に近いということはここの枝が太った時に折れやすくなる可能性があるんですね。成長の途中で大きくなってしまえば問題はないと思うんですけども、そういうことも考えられるので切り口から遠い方、それとこの周りを見た時にですねこういうふうにですね周りを見た時にこの枝がですね将来的にどういうふうに成長するかっていうのを考えます。こちらのね芽を残しますとこの芽というのはこういうふうにねこういうふうに伸びます。反対側のねこちらの芽はこういうふうに伸びます。イチジクの芽かきをする上で重要になってくるものは間隔なんですね。芽と芽の間隔になります。私とすればこの芽に一番近い芽というのは、一番最初にカットしたこちらの芽、もしくは、こちらにも芽があるんですけど、距離的に言うとこちらの方が近いかな。ここが40センチ、できれば50センチ60センチねある方が私はいいと思ってます。今ここからここのね距離を測定しますとこうですね、約50センチあります。50センチ、こちらがこうなるとこういうイメージにね育てることができますけども、なるべく広くしようと思ったらこちらをね育てた方がねより上部に空間ができて日当たり風通しを確保できますので、こちらを残したいなと私は思います。理由は2つですね。芽が切り口に近いのと、この空間を確保したいのでこちらを落とすという具合にしたいと思います。じゃあ次はカッターでカットしてみます。でこの時にねほら素手で持ちますんで、素手で触るとねこうベタついてきますんで、今1個しかやらないんで素手でやりますけど、こういう風にカットすると。イチジク農家のね芽かきのセオリーとすれば以上になりますね。基本下芽もしくは横芽を残す。でカットする際にですね周りを見て成長した後のことを考えながら空間ですね、どのぐらい空くのか、どのぐらい開けられるのかっていうのをですね見ながらカットをしていくという状態になります。
じゃあ、上目は絶対に使わないのと言いますと、そうでもないんです。時と場合によっては上目を残す場合があります。理由とすればですね、2つございます。1つは、目が1つしか出てなくて、もう上目しかない。この場合はもう残す目がないので、もう必然的に上目になる。そしてもう1つはですね、枝がですね、ちょっと勢いがないとか、将来的にここからもう少し伸ばしたいとした場合は、先ほど言いました通り、上目の方がね、腸が優勢ということで伸びはいいんですよ。伸ばしたい場合においては上目をですね、あえて残すと。皆さんがね、もし鉢植えプランターとかで行っている場合でも同じようなことが言えます。ただし、私が思うにですね、鉢植えプランターの場合はどうしてもやはり樹形ですね、どのように栽培をしたいのかっていうのを目的にしていただいて、芽かきをねしていただく方がいいのではないかなというふうに思ってます。そこはあまり気にせず、臨機応変、どちらかというと感覚を重視していただいて、あまりですね欲張らないでですね芽かきをしていただければと思います。芽かきというのはですね、今からスタートする作業になりまして、1回では終わらないです。3回ぐらいやってですね、ようやくですね完了するような状態にはなりますが、6月がですね非常にですね新芽が今よりもさらに旺盛に出てきます。この時期にですねこの芽かき行いますと、芽の数が制限されて、イチジクの方はですね栄養を吐き出す口が減ったということで、こういうふうに芽かきを行ってもまた違う場所からですね新たにですね新芽をたくさん出してきます。そのまま放っておくと結局同じ状態になりますので、6月はですねその出てきた新芽の方を全部ね落とす。この芽かきして残したい芽だけを残して、新たに出てきた芽っていうのは全部落とすという作業をします。その時はですね、特にカッターとかねハサミはわざわざ使わなくて、本当にちょんと出てくるような芽になりますので、その時私の方はどうやってやってるかというと、もう手袋です。基本もう手袋をしてですね、もう木をこすって落とすようなことをね、手袋をしてねやるというようなことをしています。ではですね、この木実際にですね芽かきをしていきます。この枝をですね、まさに先ほど言ったやつですね、上芽しかない。これ後ろのはちょっとですね違う芽なので、こういうのは取っておいて、実際にもうここにねちっちゃいのが下にあるんですけど、これちょっとどうなるかですね。ただ芽のですね伸びるスペースが下のない、こう伸びるかもしれないな。ちょっと上芽の1個だけ落としておきます。ちっちゃいのはねちょっと置いときますけど、ちょっとまだはっきりしないんで、これはこのまま置いときます。これはまずこの根元のはいらない。でこれ下芽出てきてますけど、まだちょっとちっちゃいんで、怪しいというか本当にちっちゃいのだけ切って2つは残しておきます。まだはっきりしません。これ袴芽なんで使いません。はい、この辺は必要ないんでカットしていきます。これはさっきしましたね。ここも同じように落としていきます。隣との間隔見るとこちら側に伸ばした方がいいので、こちら側を伸ばします。これはここの上目で、ここの横を残して、横を落として、ここで、ここはここの幅から考えるとこっちが近いんで根元ですけど、ここはカットでこっちを残します。ここはこれが上目なんでカット。ここは入るスペースがないですね。なのでここは落としておきます。そうなると必然的にこの芽を残すと。これはこっち側ですね。ここは袴芽。これはちょっとね、ここもいいんですけど、この地残したい。でここまだわからないですね、小さくて。ここは置いておきます。で次にこちら側、スペース的にこちら側ですね。こうですね。はい、こういう感じで、こちら側もこれが上目なんで上目はカットで、これはまだどちらかわからないんで置いておきます。これもここが上目なのでカットしてこの下目を残すと。はい、以上ですね。こういう感じで今カットしました。で今、解説しながらちょっとやりましたけど、一部ねカットしてない芽がたくさんあります。これは先ほども言いました通り、まだ判断がつかないんでカットしておりませんので、後々ねまたカットしていくということをいたします。
次にですね、今回初めて新しいと言いましょうか、紹介させていただく芽かきについて解説をさせていただきます。こちらの手法はですね、実は昨年私別の農家さんとですね、少しお話しする機会がありまして、その時にですね、実際の畑をですね、見ながら、こういう芽かき方法もあるんだというふうにですね、興味深く聞かせてもらった内容となります。その方はですね、その方法です。その畑で実施をして、そういうやり方をなさっております。その方法とはですね、芽かきの間隔、私今40センチから50センチ、できればね60センチぐらいあった方がいいですねというお話をさせていただきましたけど、その方はですね、もっと狭く20センチからですね30センチの間隔にしてですね、立てる枝の数をですね、通常のですねいわゆる倍近く立てるようなことをなさっておられました。立てる枝の数は増やすんですけども、竹は半分ぐらいですね、私たちがいつも栽培している半分ぐらい、前半にですね紹介させていただいた私の芽かき方法にすると、私のこの地方では枝の方にですねだいたい15個から20個近くですね実をつけることができます。で収穫もだいたい15段ぐらい今取れるような状態になるんですけども、今紹介させていただくたくさん枝を立てて低く育てるっていうのは実は実の数を減らすんですよ。摘心をしてですね、1本の枝になる実の数を減らします。10個以下ぐらいですね、7個とか8個ぐらいにしてしまうんですよ。そうすることによってね、実の数っていうのは変わらないんですよ。要は1本にたくさんつけるのか、竹を小さくして実の数は減らしても枝がたくさん立っているので収穫する量は実は変わらないという方法をやっております。竹を小さくしておりますので、日当たり風通しも問題ないような状態になるそうです。このですね栽培方法、この芽かき方法のメリットは一体何かなというふうにお伺いしたらですね、収穫を早く済ませることができると。私の方ではだいたいもう8月の下旬からですね11月の初旬まで収穫していますけども、今の方法での芽かきっていうのは目標は9月いっぱいその畑の収穫は終えるという具合になさっているそうです。そして他の畑はね従来通りの芽かきはしてるんですけども、そうすることによってね、体の負担も減りますし、あとは価格ですね、値段がですねやはり初動はですね値段がねいいので、値段がいい時にたくさん出すと、後半は数を減らして収穫をしていく、そして体の負担も減らしていくというような栽培方法になるそうです。具体的にはですねどのような感じでやっているのかというと、これ今横目こう2本立ってますよね。そうするとどちらか一方を残して本来はですね芽かきをするんですけども、今のですね間隔を狭くして行うといった場合は、この2本をですね残して、この枝とこの裏にもちょっとちっちゃいのがあるのでね、あと根元にも小さいのがあるな、この辺は芽かき戸として、この2本をですね残してこういう風にね育てていく。こうなるので上部に行くと20センチぐらいね開くような状態になるので、この状態で育てていくと、栽培をしていくということになります。今回ですねイチジクの芽かきについて紹介をさせていただきました。この動画いかがでしたでしょうか。この動画がですね良かったらぜひグッドボタン、チャンネル登録がねお済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。